だけほだじゃほう、我是トリドゥファファラオスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日は何々わけがないと何々わけではない。はい、これ似ていますね。わけ使ってますから似ていますが、全然違う文法です。はい、皆さん忘れた人は前の動画でチェックしてみてください。はい、ではこの2つ比べて一緒に勉強していきましょう。まずポイントから思い出します。1つ目、何々わけがない。この文法のポイント、皆さん何でしたか？はい、1つ目は意味気をつけます。何々わけがない。これは絶対に何々ないと同じ意味ですね。はい、もう一つ、二重否定の時気をつけなければなりませんでした。これ何でしたか？何々ないわけがない。ないない2回否定があるとき、この時は絶対何々だと同じ意味になります。このないの意味がなくなりますね。ですからこの2つの使い分け気をつけましょう。もう一つポイント。会話ではこのが言いません。何々わけないをよく使いますから、リスニングの時気をつけてください。はい、では次、何々わけではない。はい、この絵はポイント何でしたか？はい、まず1つ目、部分否定と遠曲否定の2パターンがありますよでしたね。なので、わけではないは使い方が2つありますから気をつけましょう。もう1つ、わけではない。これも会話では何々わけじゃないをよく使います。ここではじゃなくてわけじゃないをよく使いますから、これも覚えておきましょう。はい、では問題です。1つ目。お金がないのに飲みに行くわけがない。飲みに行くわけではない。はい、皆さんこれはどちらが正しいと思いますか？はい、意味を考えてください。どうでしょう？正解は上は OK。いいですよ。下の文章はこれは実はダメです。はい、じゃあ皆さん上 OK ですがどんな意味だと思いますか？これはお金がないですから絶対飲みに行かないと同じ意味ですね。これは絶対何々ないと同じ意味ですから、お金が全然ないのに絶対飲みに行かないと同じ意味です。飲みに行くお金がないですからね。はい、じゃあ下はどうでしょう？お金がないのに飲みに行くわけではない。はい、ちょっとこの理由を忘れて、後ろだけでこれどんな意味でしょうか？これは必ず飲みに行くとは言えないと同じ意味ですね。なので飲みに行かない時もあるよと同じ意味です。じゃあどうしてダメですか？これはね、お金がないのにっていう理由がちょっと変ですね。なのでこれとこれをセットで使うことができないからこれはダメです。じゃあこれ言いたい時どうしたらいいと思いますか？例えば、お金があっても毎日飲みに行くわけではない。これで OK になります。じゃあこれはどんな意味だと思いますか？はい、これはお金はあります。でも飲みに行かない日もありますよ。もちろんお金があっても毎日毎日飲みに行きます。ではないですよ。飲みに行かない、家にちゃんと帰りますの日もあるんだよ。と同じ意味ですね。なのでこっちは OK。こっちはちょっと理由が変ですからダメです。OK。はい、では2つ目。はい、この A さんは上司です。B さんは部下です。で、上司が部下を誘います。今日ちょっと飲みに行かない。でも部下が言います。今日はちょっと。じゃあ上司はお酒嫌い？聞いてますね。じゃあ部下の人は何と言うと思いますか？嫌いなわけないんですけど。嫌いなわけじゃないんですけど。はい、じゃあ皆さんこっち、上か下、どっちが正しいと思いますか？嫌いなわけない。嫌いなわけじゃない。似ていますが、全然意味が違います。はい。正解は、上はダメです。下は OK ですね。はい、じゃあこの嫌いなわけじゃないんですけど、これは飲みにはちょっと行きたくないです。断ってますね。はい、どんな意味でしょう？
これは 100% 嫌いではないよ。この飲みに行くこと、このお酒は嫌いではないです。でもあんまり行きたくないな。この上司とはあんまり行きたくないです。はい、ちょっと断る意味で使っていますね。はい、これを、はい、婉曲否定と言います。ちょっと相手が上司ですから、いや、私お酒飲みたくないです。あなたのことは好きじゃないから行きたくないです。言うことができますか？ちょっと上司ですからあんまり言いませんね。行きたくないんだけど、ちょっと断りにくいですよね。そんな時に、この嫌いなわけじゃないんですけど、を使うと、はっきりノーと言わない。はい、嫌いじゃないけど、ちょっとあんまり行きたくないなの感じを出すことができます。これを婉曲否定と言います。はい、OK ですか？皆さん、このわけない、わけじゃない、全然意味が違いますから気をつけましょう。はい、ではまとめていきます。まず、何々わけがない。これは N3 レベル。で、何々わけではない N2 レベルですね。はい、で使いやすさ、どちらも日常会話でもよく使う表現です。はい、で接続ですね。これはどちらも同じです。動詞形容詞名詞の普通形プラスわけがない、わけではない。どちらも同じ活用です。な形容詞と名詞も同じ。何々なわけがない。何々なわけではない。と何々のわけがない。何々のわけではない。ですから、この接続どちらも全部同じですね。ここは覚えやすいです。はい。で、使用場面、先ほども言いましたが、日常生活でよく使う表現なので、どちらも本当によく使います。で、このわけではないはさっきの上司との飲み会の話もそうですが、ビジネスの場面でも使う場合があります。はい。なので、対象は、わけがないはよく使うのは友達や家族。で、こちらのわけではない。これは友達、家族と、あと上司、同僚など、ビジネスの関係の人とも使う場合があります。はい。で、もう一つ似ている文法がありますね。わけがない。これは、はずがない。N4 レベル。と、わけではない。これは、とは限らない。また難しいですが、これ N3 レベルですね。似ている文法がちょっとたくさんある文法なので、ちょっと皆さん頭の中で整理して頑張って覚えてください。はい。では、ポイント見ます。わけがない。これは二重否定の場合は、絶対何々だになります。この二重否定は、何々ない、わけがないの時ですね。この時は絶対何々だの意味になりますから気をつけましょう。会話では、わけがない。これをわけないに変えてよく使いますから、これも覚えます。はい、じゃあ今度わけではない。これは部分否定と婉曲否定の2パターンありますよ。使い方が2つありますから、これも覚えましょう。最後、会話の時、わけではない。これは何々わけじゃないを使いますから、これも合わせて覚えてください。はい。ではちょっと難しいですが、皆さん頑張って勉強してみてください。じゃあ今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。